おはようございます。たかしです。本日は9月26日火曜日、ただいま10時1分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。9月30日までポストプライムのプライム登録 75% 割引を実施中です。この期間にご登録いただくと3ヶ月間ずっと 75% 引きでプライム会員をご利用できます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円の分析をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日はほぼほぼ動いておりません。ここのところかなり難しい動きをしているっていうのがポンド円の印象ですね。一旦日足のこの白のトレンドラインを下抜けてはきたんですけれども、そこからなかなか下落できずにいますので、ここから上昇していく可能性もあるし、もう一段下落する可能性もあるという、今はどちらとも分かりにくいところにあります。ただし GMMA の青帯がここにあるんですが、それをわずかながら下抜けているんですね。その状態で今 GMMA で上値を抑えられている、そんな風にも見えますので、基本的には上値は重いと思いますが、 GMMA が今横ばいになってきてますので、こういう時っていうのは上抜け下抜けというレンジですね。こういうレンジも想定しておくのがいいのかもしれません。こんな感じですね。下落してくればこの白の水平線の 178.5 付近まで下落する可能性、もしくはこの髭先ぐらいですね、176円付近まで下落する可能性はあるんですが、とはいえ今底堅い動きもしてますので、ここから GMMA を上抜けていく、そして直近の高値付近186円ぐらいまで上昇するという、その幅でのレンジも考えられるので、買い足では下落トレンド中、その下落トレンドが下げ渋ると感じれば、そこからは反発の上昇に入っていく可能性があるので、その辺は注意が必要です。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足では下落トレンド中なんですね。GMMA の青帯で接触してからの下落になってます。またここにトレンドラインを引いてますが、緑のトレンドライン。これに接触してから下落をきれいにしてきているんですね。ということは、今はこのトレンドラインぐらいまでの上昇を待つ、もしくはトレンドライン付近への日柄調整ですね。現在横横の動きをしてますので、このまま横横で日柄調整をしていけば、トレンドラインにぶつかったところでの下落になっていく。ただし、値幅調整をするのであれば、ここから一旦上昇後の下落っていうのが今の4時間足の下落トレンドの流れです。ただ逆に言いますと、このトレンドライン、そしてこの青の GMMA を上抜けてくれば、そこからは上昇しやすい試合に入ってますので、基本的には下落トレンドで、トレンドラインにぶつかれば下落っていうところをイメージしておきたいんですが、トレンドラインを上抜けてきた時は一旦大きめの上昇していく可能性がありますので、先ほど冷やしたレンジと言いましたので、こういう大きな値幅でのレンジですね。そういう考え方もできますので、その辺は注意が必要です。では1時間足です。昨日の動きを見てもかなり分かりにくいのが分かりますね。上がったり下がったりと方向感なく動いている。先ほど言いましたように4時間足の日柄調整に動いていると考えると、4時間足の GMMA、そしてトレンドラインが近づいてくるのを待つような、そういう期間になるかもしれません。このまま横横の動きがすれば、次トレンドラインに接触するのは今月末なんですよね。9月の28日とかその辺になってきますので、そのあたりまで横横の動きが続けば、月末から大きな下落になるのか、月末でトレンドラインを上抜けてくるのかという、そんなイメージができます。ただ現在地付近からずっとそこまで日柄調整するかどうかは分かりませんので、今はこの小さなレンジといいますか、この分かりにくい動きですね、ここを抜ければ次新しい動きが出てくるとは思いますが、この中、まずは昨日高値安値っていうところの中にある間は分かりにくい動きをしそうですので、明確にここで何かしらのパターンを作ってくれば、ダブルボトムとか逆三損とか、そういう形の分かりやすいものを作ってくれれば、そこからの上昇だとか、一旦上昇してトレンドラインで上げ渋ってそこからの下落になるとか、そういう動きをしてくれればいいんですが、こういった小さい中で動いている間はトレードは控えた方がいいと思います。では次はドル円を見ていきます。ドル円日足からですね、現在日足オレンジの平行チャンネルを引いてまして、その上限っていうのが大体ですけれども 150.7 とか8とかその辺ですね。ですので151円手前ぐらいまでは今上昇しそうな、そんな雰囲気ですね。ただ現在このラインっていうのが過去の高値になってきます。ここですね。なのでその辺付近で今は上値を抑えられて、一度調整の下落をする可能性もあります。ここのところの動きを見ていてもすごく分かりにくいんですね。じりじりと上昇しております。ですのでこういう相場っていうのはこのままじりじりと上昇して上げていく場合もありますし、ズドンと下落してくることもありますので、そこは注意ですね。
ね。下落してきたとすると、この辺ですね、145円というこの白のライン、ここが意識されてくると思いますので、その辺付近まではズドンと下落する可能性があります。ただ、ここの髭先が146円付近ですかね。146円付近も意識されてくると思いますので、まずはその辺付近まで、冷やし単位で考えるのであれば、146円とか145円まで下落してくれば、そのあたりは底堅いサポートになるとは思いますが、今のところはじりじりと上昇しているので、分かりにくい相場が続いているっていうのが冷やしの印象です。ストキャスティクスは高値圏、マクディは方向感がありません。では4時間足です。4時間足では日足の大きな平行チャンネル、オレンジの大きな平行チャンネルの中に、さらに4時間足では赤の平行チャンネルをイメージしております。この中で動いてまして、大体ですけれども上限下限っていうのはその辺に一致しているんですね。上限はちょっと上抜けもしてますので難しいんですが、ですので今上限までの距離を考えると、現在地から上昇してきた場合は 149.2 とか3とかそのあたりになってきますので、本日はその辺ぐらいまでの上昇の余地を考えておきたい。ただ上抜けも起こってますので、もうちょっと上昇する 149.5 ぐらいまで上昇する可能性は考えておきたいですね。ですので今はその辺までの上昇を見込んでおきたいんですが、今かなりの高値圏だということも先ほど日足を見ていてもわかりますし、このライン過去の高値でもありますので、やはりここから一度大きめの下落をしてもおかしくないところにはあります。ただし基本的な大きな流れは今ドル高円安ですので、ドル円は上昇方向に動きやすくなっております。なので下落をしてもその流れに乗っていくのではなく、下落をしてきた場合は次押し目買いポイントを探していくのがいいと思います。昨日のこの上昇の仕方っていうのは金曜日の高値を上抜ける上昇になりますので、まずは一旦の本日は調整の下落を待ちたいですね。調整が終わってそこからのこの赤の平行チャンネルの上限 149.5 付近までの上昇の流れを見ておけると本日はいいかもしれませんね。では、1時間足です。1時間足は昨日、先ほど言ったこの高値ですね。金曜日の高値っていうところを上抜けてきました。ただ、この上昇の仕方っていうのは1時間足で見てもじりじりと上昇しているというか、急騰してますよね。陽線連続でずっと上昇してきてますので、こういう流れに乗っていくのは難しいと思いますので、一旦押しを待って次の上昇ですね。イメージとしてはこんな感じ。まずしっかり押しをつける。現在 GMMA の青帯、ここ先週の金曜日からそうですが、GMMA の青帯でサポートされて上昇してきております。ので、まずは本日この GMMA の青帯付近までの下落もしくは調整ですね。現在横横の動きを昨日夜中からしておりますので、この横横の動きが続けば GMMA がだんだん上がってきますので、そして接触したところからの上昇というのがイメージできますね。もしくは値幅調整ですので、ここから一度下落方向に動くこの緑の矢印のイメージですね。一旦下落方向に動いて GMMA でサポートされればそこからの上昇っていうのをイメージしておくといいと思います。まずは4時間足のストキャスティクスの過熱感を解消するのを待って、それが終わってからですね、そこからの上昇の流れを1時間足とか15分足で見ておけるといいと思います。今のドル円はかなり高値圏にありますので、高値掴みには注意しつつ、そして押しをつければそこからの上昇の流れ。ただし、どんどん上昇しているときは、その流れにはついていかない方がいいかもしれません。また、押しをつけずに上昇していく場合は、焦ってエントリーしがちですが、その場合はどこに損切りを置いていいかがわからなくなりますので、それは注意。落ち着いてトレードをしていけるように心がけていきましょう。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。